世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの桜井美希です。日本には着物や華道、茶道に歌舞伎など世界に誇る伝統文化が数多くありますが、近年ではそれらだけではなく、より現代的な大衆向け文化にも注目が集まっています。今回は世界に衝撃を与えたあるランキングに関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。日本では数多くの漫画雑誌が発行されていますが、その中でもマガジン、サンデー、チャンピオン、ジャンプは日本を代表する四大少年誌と呼ばれています。特に少年ジャンプは1994年12月末発売の3、4号において653万部という日本国内における漫画雑誌の最高発行部数を記録したほどの人気で、この数字は現在でも漫画雑誌の歴代最高部数です。そしてワンピース、呪術廻戦、僕のヒーローアカデミアなどヒット作を今でも輩出し続けています。そんな数々のヒット作を世に送り出した少年ジャンプの歴代コミック販売数ランキングが以前ネット上に投稿され、海外の人々の間で話題になっていました。まずはそのランキングを見てみましょう。10位ハンターハンター8400万部、9位北斗の拳1億部、8位ジョジョの奇妙な冒険1億2000万部、7位スラムダンク1億2030万部、6位ブリーチ1億3000万部、5位鬼滅の刃1億5000万部、4位こちら葛飾区亀有公園前派出所1億5600万部、3位ナルト2億5000万部、2位ドラゴンボール2億6000万部、1位ワンピース5億1000万部。以上が話題になっていたランキングですが、どの漫画も日本のみならず世界を席巻した大人気作品ですね。ただこの内容は多くの外国人にとって意外なランキングだったようで、大きな反響を呼び、様々なコメントが数多く寄せられていました。ここからはその一部をご紹介しますので、一緒に見ていきましょう。海外の反応。うわ、ワンピースがドラゴンボールを上回ってるよ。なんてこった。日本とヨーロッパではワンピース、アメリカではナルトが人気。そんな印象があるね。確かにナルトはかなり人気だけど、ドラゴンボールがなかったら漫画そのものがこんなに人気になることはなかったと思う。鬼滅の刃の順位が低いね。もっと売れてるんだと思ってた。アニメだけが人気で漫画はそんなにとかいうパターンもあるのかな。ドラゴンボールは欧米では人気だけど、アジアではどうかな。シンガポールでは子供の間で人気だけど、大人でドラゴンボールが好きって人はあんまり聞かないんだよね。ワンピースは冒険やバトルだけじゃなくて、政治とか政府の問題とかいろいろな要素があるから大人でも読み応えがあるよ。3年前から日本に住んでるけど、確かにワンピースの人気は凄まじいよ。男女問わず大人もずっと読み続けてるからね。毎週月曜日コンビニの棚はジャンプで埋め尽くされている。あと単行本の発売日もね。レジの横に山積みさ。みんな聞いてくれ。衝撃の事実だ。ワンピースは1巻あたり490万部売れているのに対して、ドラゴンボールは590万部だって。ってことはさ、ドラゴンボールがワンピースと同じ関数出してたら、1億部以上差をつけて1位じゃん。俺は量よりも質で判断されるべきだと思う。ドラゴンボールは今の関数で十分面白くて完成された作品なんだよ。だからどっちも魅力的ってことでよくない？ごめん、熱烈なファンから怒られそうだけど、ワンピースの何がそんなにいいのかわからないのよ。
友達にも勧められて何回も読もうと頑張ってるんだけど、なんかストーリーが退屈で途中で飽きちゃうんだよね。もちろんこれは個人的な意見よ。はあ、悠々白書が県外ってマジか。俺的にはダントツで1位だぞ。なんかの間違いだよ絶対。納得できない。それを言うならキングダムも進撃の巨人が入っていないのもおかしい。まあまあ落ち着けって、君らのお気に入りがつまらないわけじゃないんだから。勘違いしている人がいるけど、これは少年ジャンプ限定だぞ。キングダムと進撃の巨人は少年ジャンプの作品じゃないよ。どの作品も素晴らしいと思う。でもナルトとブリーチの発行部数が低いのはネットで読む人が増えたからじゃないかな。何年も前から紙の本が売れなくなって潰れてる書店も多いって聞くし。わーお、スラムダンクって7位なんだ。大好きな漫画だけどそんなに人気があるとは思ってなかったよ。密かに続編を20年以上も待ってるんだ。私の国ではスポーツ漫画は人気があるからスラムダンクは大人気。まだ読んでない人絶対ハマるから一回読んでみて。スラムダンクって日本では人気らしいけどアメリカだとそうでもない。バスケの国なのになんでだろうね。ジョジョの奇妙な冒険が8位に入ってる。驚いたけど嬉しいわ。読んだことがないなら絶対おすすめ。正直絵はちょっと独特で初めて読む人には抵抗あるかも。でもだんだん気にならなくなるっていうか癖になるの。デスノートがランキングに入ってないってマジかよ。こち亀とかスラムダンクみたいな有名じゃない作品よりも間違いなく上にいるべき作品だろう。待て待て、知らないのか？こち亀は40年も連載が続いてる作品だぞ。今読んでもめちゃくちゃ面白い。ちなみにこち亀のアニメはポルトガルでも大人気だよ。バトル漫画じゃなくて警官が主人公のコメディなんだけどね。お腹が痛くなるくらい笑えるんだ。少年漫画って好きになれなくてさ、仲間や友情に関する話がほとんどだろ。すべてがめでたく終わる結末なんて嘘くさいっていうか夢物語だよな。仲間や友情を大切にするところがいいんじゃない。力を合わせて困難に立ち向かっていく姿にみんな感動したり共感したりするのよ。友情の大切さとか夢を諦めないことだとか、私は子供の頃悟空に教わったな。以上が海外の人々の反応でした。海外ではドラゴンボールが1位ではないことに驚く声が非常に目立ちましたが、そのくらい人気なことが伺えますね。ただ私たち日本人はワンピースが1位ということに納得する人がほとんどではないでしょうか。また先ほどのランキングはジャンプに絞ったものでしたが、他の雑誌に掲載している漫画の順位も気になりませんか？そこでここからはジャンプとともに漫画界を支える人気少年誌少年マガジンに連載されていたコミックの発行部数トップ3をご紹介していきます。3位、フェアリーテイル7200万部。真島ひろさんの大人気作フェアリーテイル。2006年から10年以上にわたり連載されたファンタジー作品で、コミックスは全63巻。また3期にわたってテレビアニメ化もされました。舞台は魔法が発達し、様々な仕事を請け負う魔導士が存在する世界。そこで魔導士を目指す女の子ルーシーがドラゴンに育てられた魔導士ナツと出会い、ギルドフェアリーテールに加入して依頼に挑むというストーリーです。2位、はじめの一歩9600万部。森川ジョージさんのはじめの一歩は1989年から連載されているボクシング漫画で、現在までに130巻を超える長編作品。アニメ化されているだけでなく、2020年には舞台化もされました。物語はいじめられっ子の高校生幕内一歩がプロボクサーの高村守に助けてもらうところから始まります。その後、一歩は高村が所属する鴨川ボクシングジムに入門。強さとは何かという疑問を持ちながらも過酷な練習に耐え抜き強くなっていくストーリー。1位、金田一少年の事件簿1億部。ミステリー漫画の金字塔、金田一少年の事件簿。連載開始は1992年で、
コミックスは本編だけで70巻。また2018年からはオリジナルシリーズの20年後を描く金田一37歳の事件簿が連載中です。主人公は名探偵金田一耕助の孫である金田一はじめ。普段はぐうたらな高校生ですが、身の回りで怪奇事件が起こるたびに IQ180 の頭脳を駆使して真犯人の仕掛けたトリックを解き明かしていきます。じっちゃんの名にかけては非常に有名な決め台詞です。以上がマガジンでの販売数トップ3でした。金田一少年の事件簿の続編、金田一37歳の事件簿はみゆきとの関係がどうなっているのか気になりますね。今回紹介した作品は世界中で読まれている漫画の中のほんの一部です。青年漫画には様々なジャンルや世界があり、魅力的な作品がまだまだたくさんあります。読んだことない作品があればこの機会に読んでみるのはいかがでしょうか。ドラゴンボール、ワンピースは桜井も揃えていますが、圧巻の発行部数ですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。